今日は、うっかりするとちょっと困る話から行く感じじゃん。病院の予約周り、変わるの気になる。そこ、誤解も広がっていたしね。私も最初は全部対象だと思いそうだったわ。そこは大事なのだ。最初の話から整理していくのだ。来月1日から直前キャンセルでキャンセル料を請求できる場合があるのだ。でも、どこでもじゃないのよね。そこを飛ばすと、また誤解が広がるわ。そうそう。予約料を置いてる医療機関だけって、かなり条件あるじゃん。予約料って、優先的に枠を取れたり、特定の先生に見てもらえたりする料金なのだ。要するに、普通の外来より調整が多い場面ってことね。事前に説明して同意も必要。と、窓口やサイトで見せるだけじゃなくて、ちゃんと納得してもらうのが前提だよね。さらに、そういう仕組みを入れる前に国へ報告もいるのだ。手続きがある分、好き勝手に請求できる話じゃないわ。そこは線引きがはっきりしてるのね。病院の予約って、先に席を押さえる感じに近いじゃん。うっかり当日ドタキャンされると、困るのもわかるよ。でも、全部の医療機関で始まるわけじゃないのだ。3月の通知で言い方が弱くて、そこがごっちゃになったのかしら。言葉って、ちょっとした違いで大騒ぎになるわね。それで厚労省が周知すると言っているのだ。みんななら、予約の変更って何時間前までに連絡したい？あーしは、遅れそうならはやめは。私も早めね。相手の枠を開けるかもしれないし、そこは気をつけたいわ。僕も、連絡できるなら先に言うのだ。待っている人もいるかもしれないからなのだ。次は、6月の食品の値上げの話なのだ。もう、またって感じじゃん。1078品目って、数字が強すぎるよ。価格上昇、プライス、ライズって感じね。静かに財布を削ってくるのが厄介だわ。調味料が450品目で一番多いのだ。ふりかけや香辛料まで広がっているのだ。毎日のご飯に刺さるところばかりね。地味にきついわ。納豆や即席麺も入ってるの。生活感ありすぎじゃん。おやつだけじゃなく主食よりも来るのが辛い。しかも、7月の方がもっと多くて、今の時点で2269品目予定なのだ。まだ増える前提なのね。原材料高、物流費、包装、資材が主な理由。と、価格転嫁って、かかったコストを売る値段に乗せることだよね。上げたくて上げるんじゃなくて、吸収しきれない感じじゃん。その上今回は中東情勢も要因に入ってるのが厄介よ。原油だけじゃなく、資材の流れまで響くのね。アイスの会社では、容器が足りなくなっている話もあったのだ。紙の容器は先月より 20% くらい高くなって、プラスチックの4リットル容器は今も手に入らないよね。現場、かなり苦しいじゃん。取引先が多いと、値上げを何度もお願いしづらいものね。我慢の限界。って言葉、重いわ。みんなは、値上げラッシュでまず何を見直すのだ？僕はおやつの回数を減らすしかない気がするのだ。あーしは、まとめ買いのタイミングをずらすかな。毎回同じ値段じゃないから、そこ見ちゃうよね。私は、値上げ幅を見てから買うわ。泣きながら、だけどね。最後は、原油の輸入がかなり減った話なのだ。407万キロリットルで、1989年以降で最小。数字の落ち方がかなり大きいわね。65% 減って、ほぼ半分どころじゃないじゃん。これ、かなりの変化だよね。石油統計速報は、毎月の原油輸入をまとめたものなのだ。通関前の数字を見ているのだ。通関前って、港で正式にまとまる前の流れを見る感じかしら。早めに動きをつかむためなのね。中東からが356万キロリットルで 68% 減。サウジも UAE もかなり下がってるよね。中東情勢の悪化で、アメリカから代わりに調達した原油のタンカーが、先月下旬に初めて日本へ着いたのだ。大体調達か、急な変化に合わせるための切り替えね。こういう時、輸送の時間差が出るのがきついわ。5月は輸入量が去年の4倍くらいに増える見通しなんだよね。ここから戻せるかが気になるじゃん。国家備蓄の放出で4月は直なめをしのいで、
今は代わりの調達を進めているのだ。備蓄って非常時に踏ん張るための貯金みたいなものね。こういう時に聞いてくるわ。ナフサも 43% 減ってたし、石油系の流れがまとめて揺れてる感じするよね。生活にもじわっときたそう。ガソリンや物流、材料の値段にもつながるから見過ごせないのだ。そうね。原油の数字って遠そうで、実は毎日の値札に触れてくるのが怖いわ。これから輸入量が本当に戻るのか、そこが気になるのだ。回復が続くなら少し安心だよね。逆にまた止まると、別のところに波が来たそうじゃん。落ち着いて進んでくれればいいけどね。燃料周りが揺れると、全部が面倒になるわ。ここで一つ、医療の面白い話をするのだ。医療って病院だけのことだと思いがちなのだ。違うのかしら。そんなに広いのね。人の健康を守ったり回復させたりする活動全体を指すことがあるのだ。診断と治療をまとめてみる感じなのだ。家庭のケアとかも入ることがあるってことじゃん。思ったより広いよね。そうなのだ。資料では家庭や宗教、伝統に基づく場も含めていろんな形があるとされているのだ。救急の場面で資格がなくても心肺蘇生や AED が社会的に認められている話もその広さを感じるわね。さらに厚労省は医療と介護を政策上は分けているのだ。似ていても役割は違うのだ。なるほど。予約ルールの話とも医療がどこまで含むかって感覚がつながるじゃん。今日は予約のルールと値上げと原油の流れで生活の足元が見えた感じなのだ。概要欄にリンクも置いてあるから気になるのあったら覗いてみてね。面白かったなら高評価。悪くない選択よ。じゃあまたなのだ。